で軽くほこりを落とします。ザザッとくるくる円を描くように、こっちがビフォーでアフターになります。アクセスチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 GMT ファクトリーの富樫と申します。本日は基本のシューズケアの方法をご案内をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に、なんでシューケアが必要なんだろうっていうところなんですけど、皆さんスキンケアをされるのと同じで、皮って履いていくとどうしても油分が劣化してしまったり乾燥してしまうことがあります。乾燥してしまうと皮に何が起こるのかっていうと、よくあるのがこういう履きじわ部分ですねにクラックが起きてしまったりとか、色物だったら色がどんどん抜けていってしまう、変色していってしまうっていうことがあると思います。でそれを防いで長く靴を履いていただくためには、やっぱり油分を足してあげたり水分を足してあげたりすることが必要です。今日はそれの基本的な方法を実演を交えてご案内していきたいと思います。最初にシューキーパーとかシューツリーというものですね、中に入れていただいて、バツッとこう履きじわとかが伸びた状態にしていただきます。でその後、馬毛のブラシです。ブラシ、馬毛と豚毛2種類あるんですが、こっちが馬、こっちが豚毛になります。今回ほこり落としするのは馬毛のブラシを使います。で軽くほこりを落とします。ザザッとほこりを落としていっていただくんですが、この時ですね、この履きじわに対して平行にほこりを取ってあげてください。あとはこういった細かいソールとアッパーの境目だったりとかは意識してやってあげるとよりいいかなと思います。こんな感じですね。もしほこり落とししたりケアするときに紐が邪魔なようであれば、一度こうほどいていただいて、こんな感じでまとめてもらったら、こういう隙間にキュッと入れていただけると、やってる時にこう当たらないんでやりやすいかなと思います。そうしましたらブラシが終わりましたので、汚れ落としをしていきます。こういう専用の液状のもの、今回使わせていただくんですが、汚れ落としは他にもペースト状のものだったりスプレーのものだったりとかいろいろあります。フォームタイプもあるし、おすすめはこの液体系のものを使っていただく方がしっかり汚れも落とせるし、一緒に水分だったり油分だったりもプラスできるものが売られているので、液体のものをチョイスしていただけるといいかなと思います。液体をこの布にこれぐらいですね、500円玉ぐらいかな、つけていただいたら、こうくるくる円を描くように汚れをこう落としていただきたいんですが、この時にあんまり強くこうゴシゴシこすらないように、こう強くこすると皮が傷んでしまうことがあるので、できれば表面を優しく撫でるように汚れを落としてください。で靴の色がそのままつくと思います。でこっちが汚れたら布の位置を変えて、もう一度リムーバーをつけて同じように汚れを落としてください。全体的に一周落としていただければいいかなと。で先ほどのブラシと同じですね、履きじわのこのシワの間にクリームだったり汚れがたまりやすいので、そこは注意して念入りにやってあげてください。でこの時汚れを取るっていうイメージよりも、しっかりお化粧をされている靴のお化粧を落とすクレンジングと同じ感じです。古いクリームが残っていると、この後入れていくクリームが入りづらい状態になるので、普段やってないなの方は念入りにやってあげてほしいです。左足落としてない方、ちょっと光沢がまだらなの分かります？女性に分かりやすく説明すると、ファンデーションが寄ってる状態です。
ここから化粧水とか乳液をつけてもう一度お化粧していくんですけど、この状態だとやっぱり綺麗に仕上がらないんですね。なのでこれがっつりすっぴんです。光沢ムラがなくって全体的にマットな感じ。ここまで古いクリームをしっかり取ってあげると、次の工程でかなり入れるクリームが効果的に機能してくれるので。クリームなんですが、ケアにちょっと興味があるなでお調べいただいた方はクリームの多さにびっくりしたんじゃないかなと思います。クリームも本当に何種類もあるんですけど、今回使わせていただくのはこういう乳化性クリームっていう瓶のタイプのものですね。こういう感じのクリームになります。よくお洋服屋さんとかバッグ屋さんで勧められるのはこのデリケートクリームって言われるやつなんですけど、こういうゲル状のほとんど水分のクリームです。これはもう水分が8割ぐらい入ってるんで保湿はすごくできるんですけど、その分ツヤがあまり出なかったりとか皮の保護能力っていうのがあんまりありません。ただこれシミになりづらいんで結構皆さんおすすめはしてくると思います。で他にもこういう水分が一切入ってないもの、よいしょ、これは油とロウだけなんでツヤがめちゃくちゃ出ます。すごい出る代わりに色の薄いレザーだったりすごく乾燥している革だと油染みができやすいので、革の状態によってはトラブルの原因になってしまったりしますから、そこは気をつけて選んでいただきたいものですね。あともっと簡単にできるものでこういうローションタイプのものもあったりするんですが、これもデリケートクリームと同様でですね、あんまり保護能力が強くないので今回はこの乳化性のクリームを使っていきたいと思います。ただカラーレスのものだと色が抜けた部分の補色、色足しができないのでちょっと小瓶に分けてるんですけど、黒いクリームを使ってケアをしていきます。塗る時のポイントです。普段使ってるんで少し汚れてはいるんですけど、こういう感じでクリームが入ってます。よくありがちなのがごそっと取ってべちゃっと塗る人、できれば本当に米粒2粒分ぐらいをちょっとずつ足して広く伸ばしていってあげるようにしてください。で指でやると指が汚れちゃうのが嫌だっていう方はこういうちっちゃいブラシ販売されてますので、こちらをでちょっとこれぐらいかな取っていただいて、で皮の表面にこう円を描くような感じでくるくるすり込んでいきます。でこの時同じところでぐるぐるやってるだけじゃなくて、もうできるだけこの段階で広く伸ばしていくようにします。じゃあちょっと全体に塗り込んでいきます。今やってるのはオールインワンみたいな水分と油分がしっかりバランスがよく入ってるクリームを塗り込んでますので、保湿をしながら不足してしまった油分も一緒に入れていってるような感じですね。でこの時にソールとアッパーの境目にすり込んであげる。ここもレザーでできてることが多いので、ここにも一回入れてあげた方がいいです。こんな感じです。よいしょ。はい。なんとなく全体に塗れました。まだツヤは出てないですけど、これをさらに皮の中に染み込ませるために、ここから豚毛のブラシ、さっきと違うブラシです。固めのブラシになりますが、こちらですり込んでいきます。でこの時にですね、気をつけなきゃいけないことが一つだけ、全部そうなんですけど、ブラシ強く押し当てすぎないこと。靴がブラシの中に埋まっちゃうほどだとすごい強く押し当ててる感じになります。効果的なのは靴の上にブラシをこう置いてあげて、これを動かすぐらい、毛先が常に皮の表面に当たってるようにイメージしながらやっていただけるといいかなと。どうですか？でも左右でこう比較してみていただいて、結構ギラつきがもともと強めの光沢なんですけど、かなりナチュラルな感じでこっちの方がツヤが出てるかなっていうところですね。あとやっぱり履きじわ周辺の少し乾燥しているようなところがこっちだとしっとり全体的に光沢が出てるので、落ち着いた上品な光沢、ツヤ感が出せているんじゃないかなと思います。まだここで終わりじゃないんです。クリームを伸ばしていただいた後、どうしても
皮が吸い切らなかった分のクリームがね表面に残ってます。そうするとベタつきが出てしまうので、そのベタつきにホコリがくっついてしまって、せっかく今入れた水分がホコリに取られちゃったりするんです。なので汚れ落としの時に使っていただいた布で構いませんので、何もつけずにそのまま優しく、もうさらっとでいいんで余分なクリームを拭き取ります。これでさらに光沢がちょっと出ると思うので、意外にこれぐらい取れるので、これでベースのケアは終了です。ブラシの説明をさせていただきます。ほこり落としの時に使わせていただいたのが馬毛のブラシになるんですけど、基本的にシューケアで使うのは馬と豚のブラシになります。馬毛の方が柔らかくて毛が細いです。毛が細いので、ほこりを弾くための張りを出すために植えてある間隔がこっちの方が密なんです。豚毛の方は一本一本が硬いんで、植え込みの間隔がちょっと広いんです。なので、もしご自宅にブラシがあるけど馬毛なのか豚毛なのかわからないなっていう方は、ブラシを正面から見ていただいて、木の絵がちょっと見えたら、あ、これ豚なんだなとか判断をしていただいていいと思います。豚毛のブラシの場合は馬毛のブラシと違って、だいたいこういう感じで白と黒のものが売られてます。これ単純に使っていただくと、白い方はこんな感じで使ったクリームの色がつきます。で、何色のクリームに使ったかが分かるように白いものが販売されているので、性能としての差はないはずなので、もうどっちを購入していただいてもいいかなと思います。これ全部豚毛になります。女性で手がちっちゃい方とかはあんまり大きいやつだと大変なので、これぐらいのサイズ選んでいただけるといいかなと思います。で、あともう一個選ぶのに重要なポイント、毛足の長さです。こっちみたいに毛足が短いものだと木の絵が靴にぶつかってしまうことが多いので、慣れてない方はこれぐらいの毛足が長くてお手頃なサイズのもの、最初は1000円ぐらいのものが売られてるんですけど、そちらを使っていただけるといいのかなと思います。で、毛足もしっかり長いやつで、クリームの紹介もさせていただきますね。クリームはこれ全部乳化性クリームですね。水と油が混ざっているクリームになります。乳化性クリームは主に保湿、油分の補給のためのクリームになりますので、どのメーカーさんのものでもほとんど用途は変わらないです。とにかく油分を補給してあげて皮を柔らかく保つためのものになるので、価格とか柔らかさの差はあれど、正直どれを選んでいただいてもあんまり差はないと思います。ただ靴っていろんな色があるじゃないですか。それに合わせて各メーカーさんこんな感じです。ここにあるのはごく一部で、だいたい60色から70色ぐらいクリーム出してますので、できればその靴に合った色のクリームを探して使っていただくのがいいかなと思います。初めてやられる方におすすめできるのはこのモーブレーさんっていうところのクリームです。ここのクリームすごく柔らかくて使いやすいのと、レザーに対してすごく馴染みやすいので、色を塗っちゃってちょっと色間違えちゃってもすごく馴染んで、いい感じのツヤ、いい感じの色味を作ってくれるので、これはチョイスしてもいいかなと思います。もし迷ったらシュークリームって書いてあるやつを選んでください。で、ちょっと範囲の広いバッグとか財布小物とかっていう場合は、こういうローションタイプのこのトロッとした感じのものを使っていただけると、広い範囲のものにさーっと伸びていってくれるので、かなり使いやすいと思います。今手の体温で結構ドローっと溶けちゃうぐらい、バッグ、ベルト、財布小物はこういうローションタイプを使ってもらうような感じで、あとこのデリケートクリームっていうのが水分量が本当に8割9割水分のものになるんですけれども、乾燥した靴、さっき紹介したこういうクリームでもシミになっちゃうとか、吸っちゃって色がすぐ変わっちゃうぐらい乾燥しているものに関しては、一回これを入れてあげた後にこういうクリームを使っていただけると、よりトラブルが起きずに済みます。最後に
これですね、油性のクリーム。これはもう本当水分が入っていなくてツヤ出し用です。よく履いてる靴とかは足から結構水分が出て革に入っていくんで、水分を足さなくても油分を足してあげれば十分機能するものになるので、ツヤがとにかく欲しいなとか油分を足したいなっていう場合は油性クリームっていうものを調べていただけるといいのかなと思います。先ほどシューケアをした靴なんですが、もうちょっと全体的に光沢が欲しいっていう方のためのワンランク上の靴磨きの方法をお教えしたいと思います。先ほどベースケアですね、革の保湿をしっかりさせていただきました。で、今度はもう完全にお化粧ですね。水分一切入ってないです。その代わりワックスの分量がすごく多いものになります。こういうものを指で靴に塗っていきます。これも完全にお化粧になるので、しっかりケアをした後の靴にやってあげてくださいね。これだけで見た目はかなり綺麗にはなるんですが、これで終わらせてしまうと皮が逆に乾燥してしまったりして悪影響が出ることがあります。ちょっとずつです。ちょっとずつ表面の皮目がしっかり埋まるように円を描きながらこんな感じでのせていきます。で、こっちの方も少しツヤが欲しいのでこんな感じですね。かかとものせていきます。靴磨きとかそういうのになってくると鏡面磨きとかご存知の方はいらっしゃると思うんですけど、そこに行く手前でツヤを出してあげるだけでも十分皮本来のツヤが出て綺麗なので、こんな感じです。ちょっともう一回つま先を厚み出します。ここあんまりね塗りすぎちゃうとそれはそれであれなんで、あくまでこれぐらい本当にちょっと薄くを何回か重ねてツヤを出していく感じにします。わかります？もう多分これで少しツヤが出るのわかります？この感じですね。ベースケアを覚えてここまでやろうって思ったらもうワンランクどころかツーランクぐらい上なんで、もっともっとこう革を靴を楽しんでいただけるんじゃないかなと、もうすでに楽しんでいただけてるんじゃないかなとは思うんですが、本当にちょっとした手間で全然ツヤ感とか仕上がりが変わってくるんで、そこら辺もぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。こちらほこり落としに使った馬毛のブラシになるんですが、ここに水を毛先にちょっとつけます。これ全体的に毛先が湿るぐらい、これでブラッシングしていきます。さっき指で塗ったところ全体的にブラッシングをしていきますね。最後にもう一回から拭きします。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。さっきと比べてちょっとつま先塗った部分ですね、このラインでツヤが出てきて、かかとに関しても同じ感じ。こっちがビフォーでアフターになります。しっかりケアをしてあげると色も
やっぱりちょっと黒く濃く見えるようになるので、なんとなく白っぽくなってきたなとかっていうのを気にされてる方がいたら、しっかりケアをしてあげるだけで色も元に戻せるので、そこはぜひ重い腰を上げてやってみていただけるといいんじゃないかなと思います。しっかりケアをしてあげることで全体のコンディションしっかり整えることができますので、皆さんぜひぜひやっていただきたいんですが、どれくらいの頻度でケアをやったらいいのかっていうご質問をよくいただきます。その靴をどれぐらい履いてるかっていうのでかなり差は出てきてはしまうんですが、僕の希望は1ヶ月に1回はやっていただきたいんですけれども、最長のスパンでいうと3ヶ月に1回は絶対やってほしいです。ワンシーズンでくたびれてきたなっていう時に1回、あとはしまう前に1回ぐらいがちょうどいいかなと思います。今日いろいろご紹介してきて、専用の布とか私持ってないわっていう方がいれば、全然専用のものじゃなくても大丈夫です。汚れ落としに関してはこういうタオル地のものよりも、これ T シャツの裾の切れっ端なんですけど、こういう T シャツの毛足の短い柔らかい生地を使っていただくのがいいかなと思います。着なくなっちゃった肌着等々あればそちらで代用していただいて、身近にあるもので最初トライをしていただければなと思いますので、ぜひやってみてください。ご覧いただきありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。普段シューケアをやられている方もやられていない方も、少しでも発見があったら嬉しいなと思っております。少し手間だったりお時間を使わなければいけないものではありますが、革靴を長く履いていただくためには必須のことだと思いますので、ぜひぜひこの動画を見たのをきっかけに少しでもシューケアに興味を持っていただければありがたいなと思います。ぜひやってみてください。ありがとうございました。僕が監修をさせていただいた 97% 天然成分にこだわったレザーケア乳液のご紹介をさせていただきたいと思います。靴だけじゃなく革小物、ベルト、バッグとかにも使っていただけるように柔らかい乳液タイプのレザーの保湿クリームですね。使っているのがブドウツルエキスだったりとか、北海道のエゾジカのオイルだったりとか、エシカルとかそういうところにもこだわって作ったものです。化粧品の企業さんと一緒にコラボして作らせていただいたんですけど、ワインのブドウに使う捨てられちゃう葉っぱとか、そういうものを再利用して環境により良いものをケアで楽しんでいただこうと思って作ったものになります。革自体が食肉の副産品になるので、副産品で作られた製品を他のものの副産品でケアをするっていう、ちょっと面白い試みかなと思います。これを少し布に取ってご自分の気になる製品にすり込んでいただくだけで全て完結するクリームになってますので、これからケアを始めたい方、プレゼントを考えている方、いい成分たくさん入っているクリームになりますので、ここにアクセスしてご購入の方よろしくお願いします。例えばこういうスウェード素材、コーティングされているような素材、こういう白靴とかの場合は栄養を与えながら汚れを取ることができます。